はい、今回はニュー足立セット2024年版。新しいシャンプーシナリそうですね、シナリオを入れた。シナリバージョンね。はい。まあ簡単に最初じゃあ。そうですね、1から、ドライバーロフト15度、はい、6215、62ミリの15度のヘッドです。で、長さが41インチ。変わらず。変わらずと。で、まあ細かい話なんですけど、前回より 4g ヘッド計量してます。4g で、僕的にはかなり大きいです。でも 4g 軽いものがこのシャフトだと使えるんですね。逆に言うとスタンダードライトだと 4g 重くないと使えなかったんですけど、でこれどういうことかというと、やっぱり軽いものを振り切れる方が有利だと思ってるんですね。おお、打った自分が一番びっくりした4g 軽いものをちゃんと振り切れて当てていけるんだったら、そっちの方が僕は飛ぶんじゃないかと思ってるので、より楽に飛ばしていけるかなって思ってます。でそれこそ、年齢の高い方、ヘッドスピード落ちてきた方がスピードで出しやすい状況を僕は作れたかな。だこのヘッドの 4g 軽量化っていうのは僕的には進化だと思ってます。だけどもシナリオがちゃんとありますから、ちゃんとクラブコントロールできるはずなので飛ばしやすいかなっていうセッティングですね。でユーティリティはまあ、去年までは 36.5 インチだったんですけど、今年はちょっと37に。ヘッドはザ G フライハイさんのザ G4 番ユーティリティ24度、はい、でシナリユーティリティ専用シャフトですね。こちらも、まあ、前回説明してもらったけども、まあ、より球が上がりやすくするために。そうですね、やっぱり本当今のロースピン系のボールって球が上がらないと損してるんですよね。転がって到達距離が前行くこともあれば、でもやっぱりゴルフって悲しいかな、キャリーの距離が大事なので、やっぱ上がる方がいいかなっていうところもあるんですよね。それこそグリーン止めたいんだったら上がらなかったら難しいし、でやっぱりこうヘッドスピードない方たちにとってはスピン量も減っているので、より球の揚力がなさすぎるですよね。はい、バックスピン量が少ないから。とやっぱりこう球が浮いていくことっていうのはすごい大事だと思ってるので、なのでちょっと長めの方が浮きやすいかな。おいしょ、おいったいったいった。アイアンだったらどんどん短くていいのかなっていうのはあるんですけど、やっぱユーティリティなんでどっちかというとこの子に近いわけじゃないですか。そうすると短すぎるのはどうかなっていうのもあって、でもちろんその指導してもらって、もうちょっと短い方が使いやすいなって思われるんであれば、ね、短く持ってってもらって指導してもらって、じゃあ2センチ短くても僕は大丈夫って言っていただければ最初からそれでも収めますし、まあ最初は37で収めさせていただいて、で後々ね練習して1ヶ月後2ヶ月後にやっぱ私は2センチ切ってよ、で1センチは誤差に近いのでちょっと短く気持ち握ってもらっていれば済むんで、1センチ切るとか調整するっていうのは僕はあんまり意味がないかなと思ってます。2センチ以上やるんだったらまあやった方がいいかなと思いますけど、1センチだったらじゃあちょっと気持ち短く持っといてっていうのが正直な話ですね。はい、じゃあアイアン8番9番ピッチング、はい、金番は CB302、これは変わらずね。そうですね、ワンリングス変わらずで、長さが 34.5 インチ、0.5 短くしました。やっぱ去年の傾向からすると本当に34.5 を好まれる方がすごい多いで、フィッティングではほとんどの方がやっぱり35より 34.5 の方が結果が良かったです。で下手したら本当に34って方もちらほらいるぐらいなので、去年までのねレンタルは35だった。そうですね、35でした。ですけど、こちらのシナリバージョンに関しては、34.5 の方が相性がいいですし、34.5 の設計図の方がすっきりするので。35も大概だったけど 34.5 って表示するとちょっと怖いねないですからね。そんなクラブないもんね。ないですね。レジスになっちゃいますからね。狙ってるわけではないですけど、
もう短くていいかなって思ってます。まあ、フィッティングの統計の結果、そうですね。がベストだろう。はい。だからやっぱり僕175ですけど、僕より小柄な方が多いっていうのはあるんですが、ね、僕より身長が180あれば 34.5 はどうかなっていう気はしますけど、本当はありだと思うんですけど、構えるの大変だったらね、そこはちょっとどうかなっていうのはありますけど、僕でも別に 34.5 は別に短くないですし、この後ちょっとこの 34.5 僕は打ってみたり、この今後ラウンドもしてみますけども、多分全然僕は 34.5 は苦にならない。ただ身長だけは目安とは思わないですけど、僕の身長でも 34.5 はありだっていうのはこれはもう間違いない。で距離は変わらないですよ、1センチ2センチでだから多分変わるとすれば長さで変わってるんじゃなくて、打ち出し角が下がりすぎるとちょっとよろしくないこと。よろしくないかな。でやっぱり今のボールってね15度までが飛ぶんですね、打ち出し角。これを下回ってくるとちょっと損するかなっていうのがあるんで、短くしてそれを下回ってきちゃうとちょっとどうかなっていうのがあるんで、今回はちょっと見た目本数減ってんだけどサンドウェッジ抜きました。でこれも去年のフィッティングの統計なんですけど、もちろんねサンドウェッジも揃いでちょうだいって方もいらっしゃれば、まずはサンドウェッジいらないですよっていうのがやっぱ僕の基本的な考え方なんですね。でなんでっていうと、やっぱり動画でもしつこく言ってるようにね、ピッチング上手くなってほしいんです。ピッチングをまず上手くなってほしいんですよ。でやっぱりサンドウェッジってねバンカー用だしダフらせて使うクラブなんで、サンドウェッジをどうしても使ってそれこそ練習しちゃうとねダフる練習になっちゃうんですね。で言っちゃうとね、サンドウェッジ多分お持ちのものがあると思うんで、まずそれをこう入れてもらえばいいです。やっぱサンドウェッジ使いこなせるって中級者ぐらいなんですよ。中級者ぐらいで、スコアで言うとそろそろ90切れるかな、95から90切れるかなぐらいになってこないとなかなかサンドウェッジ難しいと思ってるんで、もちろんそのレベルにいる方はね求めてもらってもいいし、でもやっぱチップさんの欲しいよ、三浦が欲しいよって方はもちろん買ってもらえばいいんだけども、チップゴルフで揃えたいって場合は、はい、この ADC シナリじゃなくて、スタンダードシャフト01プラスっていう僕がアイアンで使ってるシャフトがありますんで、これがチップの中では硬めで重めなので、今年からはサンドウェッジはこの01プラスがメインでゆくゆく追加するならそうですねやらせてもらおうかなって思ってますんで、もちろんねシナリでいいよって方もいらっしゃると思うんですね。これ全部シナリだからシナリでサンドウェッジちょうだいって言われればそれでも可です。やっぱりちょっと中級者ぐらいになってきてサンドウェッジのテクニックをちゃんと学びたい、サンドウェッジをちょっと使いこなしていきたいななんて方には01プラスでやっていただければいいかな。これはもう二分化されると思うんですけど、ですから現状ではね、まず3度買われる方が半分、いきなり3度買われる方は大体半分で、その後3度買われる方が、それこそ多分01プラスで買われる方が半分と同じシャフトで買われる方が半分みたいな、そんなイメージをしていただくと、ご自身のゴールはどこかなだとは思うんですけど、そんなことを考えていただければいいかなと思ってますけどね。じゃあこの後、見た目は何も変わらないかもしれないけど、ちょっと打ってみても。そうですね、打ってみて、これ打った本人が違う感じるものであって、はい、人が打ってるのを見てもね、そうことさら僕が打ってるの見てもねあれかもしれないですけど、34.5 インチって構えたらどんな感じなのかっていうのを見たいですね。そうですね。じゃあちょっと今日はいつも使わない9番アイアンから、ちょうど真ん中のそうですね、はい、で 34.5、はい、34.5、ちょっと構えてみて。どうですか？短い感じしますか？言われたらそうかもしれない。分かんない。で僕の感覚では少しテイクバックで遅れる感じがあるのと、
でやっぱ切り返しでのしなり感がかなり多いと思います。で切り返しからこうしなるので、もうそれこそ切り返しで全てが決まっちゃうぐらいの話。やっぱり切り返しのコントロールがどっちかっていうとクラブコントロールなんですよ。今までよりも昨日よりも明日切り返しを上手くなってほしいんですね。それが多分クラブの扱い方が上手くなる、より良いボールを飛ばすってことだと思ってるので、何がっていうと切り返しですごいしなりが出るんで、例えば切り返し慌てないとか切り返し力まないとか、そういうことに僕らはつながっていくと思ってて、まあどっちかというと力が抜けてくるとか慌てない力まないってことになってくると、何がっていうとね、スイングのテンポとかリズムが良くなりやすいんですよ。でどっちかって言えばコンパクトにしていけるかなって思ってます。シャフトがしなってくれるんで、自分でそれこそクラブを持ち上げたりとか、それこそねじりの量を大きくとかっていうのは必要がなくなってくるので、多分皆さんが僕のスイングを見て実際に会った人がよく言うのは、足立船長って本当スイングテイクバックが小さいですよねってよく言われるんですけど、なんでかっていうとやっぱりクラブの短いんだけどしなりがあるんでね、あんまりテイクバックを大きく上げなくても問題ないっていうのがあるんで、よりこちらのしなりの方がテイクバックが上げなくてもしなることによってクラブの移動距離っていうのは出してくれますから、あんまりこう大きくこんなテイクバックをする必要がないですね。まあ逆に怖いよね。そうしなるから怖いになってほしいんですね、どっちかっていうと。このドライバーだとよりそういうそうですね、感じるわけ。はいちょっとドライバー持ってね。ぐにょぐにょですよ、ぐにょぐにょなんで、危ないなって分かってほしいんですよ。やっぱりいいボールを打つためにはちゃんとそれこそでクラブをちゃんと使うことだし、引いて言うとそれこそドライバーだとね、500円玉1枚の芯をちゃんと使うことがスイングだしショットなんですね。なので切り返しからちゃんとこの500円玉1枚をコントロールしていくことがインパクトをちゃんとしたインパクトを迎えるってことなので、やっぱ大事にうまく打ってほしいんですね。今回はそのドライバー41インチ UT の4番24度が37インチで、アイアンは逆に、CB302 で 34.5 インチで、この私とニューバージョンは割と、去年のよりもかなり突き詰まってより良いバランスで構成できたかなと思ってますんで、実際にねレンタルしてもらって体感してもらえればいいと思います。じゃあこれを次コースでいよいよ。そうですね、これを使ってまたボギーペースで回っていきたいと思いますんで、またそれも楽しみにしてください。それでは。